関車トーマス。トーマスと恐竜というお話。ある日の夜、トーマスと路面電車のハルが機関庫で休んでいると、パーシーが慌てふためいて帰ってきました。どうしたんだい、パーシー。さっき乗り換えの駅でドラゴンを見たんだ。ドラゴンはとっても恐ろしいんだよ。火を吹いて機関車を丸ごと食べちゃうんだから。ドラゴンなんて空想の生き物だよ。パーシーは何か別のものと見間違えたんだよ。トーマスもハルもパーシーの言ったことを信じませんでした。次の日、トーマスがアーニーとクララベルを引いて乗り換え駅にやってきました。すると、ハルが駅で驚いた顔をしていました。どうしたんだい、ハル。トーマス、見てごらんよ。前を見ると、目の前に見たこともない大きな動物が立っているではありませんか。これがパーシーの言っていたドラゴンか。でも火を吹いてないぞ。きっと眠っているんだ。トーマスとハルは大急ぎで駅を出発しました。支線の終点では太っちょの局長がトーマスを待っていました。トーマス、緊急事態なんだ。貨物駅まで貨車を取りに行って特別な荷物を引いてほしいんだ。任せてください。トーマスは貨物駅まで貨車を取りに行きました。特別な荷物はどこですか？トーマスは貨物駅の駅員に聞きました。乗り換え駅にあるよ。でも、あそこには火を吹くドラゴンがいます。ははは、心配することはないよ、トーマス。それが特別な荷物なんだ。あれは本物みたいだけど、恐竜の模型なんだ。火を吹くことはないよ。トーマスはほっとして乗り換え駅に向かいました。その途中で機関士に聞きました。ねえ、恐竜って何？大昔に住んでいた生き物で、今はみんな死んでしまってもういないんだ。丘の上の駅で恐竜の展示会が開かれるんだけども、模型を運んだトラックが故障してしまったので、代わりに僕たちが運ぶことになったんだよ。乗り換え駅に到着すると、恐竜の模型のそばに作業員が待っていました。しばらくすると、ハロルドもやってきました。恐竜をトーマスに乗せる手伝いに来たのです。作業員は丈夫な鎖を恐竜に巻きつけてハロルドにつなぎます。ハロルドはゆっくり恐竜を持ち上げて、ゆっくりとトーマスの貨車に下ろします。ねえ、ハロルド。恐竜を持ち上げられるのなら、そのまま君が運んでいけばいいんじゃないかな。恐竜は重すぎるから
少しの間持ち上げることはできるけど、これを持ったまま飛ぶことはできないんだよ。貨車の上に乗った恐竜を作業員は鎖で動かないようにします。さあ、出発です。トーマスは静かにゆっくりと貨車を引いていきました。牧場の横を通り抜けたときは、牛たちが驚いて大きな恐竜を見上げていました。途中の駅でパーシーに会いました。パーシーはトーマスが運んでいるものを見てびっくりして慌てて逃げようとしました。トーマスは笑いながら言いました。ふふ、パーシー、怖がらなくていいよ。この恐竜は僕がおとなしくさせたから、君を丸ごと食べちゃったりしないから。丘の上の駅に着くと、ハロルドが待っていました。ハロルドがまた恐竜を持ち上げて柵の向こう側に下ろしました。そこが展示場になるのです。やがて他の恐竜の模型を乗せたトラックがやってきて、柵の中に次々と恐竜の模型が置かれていきました。次の日、恐竜の展示会はたくさんのお客さんでにぎわいました。パーシーもハルももう恐竜を怖がりません。トーマスとパーシーとハルは何度も丘の上の駅までお客さんを運んで大忙しでした。